どうも、ゆうたです。今回の動画はまたインプレッサー壊れました。おーのーっていうのも、ね、まあ最近なんか寒いからかな、すごい車が壊れちゃって、で、今回は何が壊れたかっていうと、エアコンの風が急に出なくなりました。っていうのも、まあエアコンスイッチ移設したりとかしてて、まあ、配線いじったりとかもしてたんで、もしかしたらそこでショートしたのかもしれないんだけど、まあちょっと急にね、エアコンの風が出なくなったんで、本当にスイッチをオンにしても、風が全然出なくなっちゃったんですよ。で、ちょっといろいろ調べて、まあ原因探って、原因が特定できたんで、まあ今回はその作業の動画になります。はい、今、ちょっとバラしたんですね、内装。で、今回の原因っていうのが、まあもう言うんですけど、黒いダクトみたいなやつと、まあこの白いやつね。これの、ここについてる、ブロアモーターっていう風を送るモーターがあるんですけど、それがおそらくいかれちゃったんじゃないかなという結果に至りました。このモーターが壊れると、まあもちろん風が出なくなるんですね。イオンが出たりとか、まあなんか変な音がここら辺からね、助手席側の足元からするよっていう人たちは、もしかしたらこいつが悪さしてたりするかもしれません。で、まず、風が出なくなったりしたら、ヒューズを確認するんですね。転送系は、ここに、インプの場合は、ここにヒューズの運転席の足元にヒューズがあるんですけど、ヒューズボックス。ここの左上のヒーターブロアっていうね、2箇所。ここのヒューズをまず確認してください。で、ここが、ヒューズが飛んでないよっていう感じだったら、もう、おそらく、このヒューズから、このモーター側ね、のどこかでショートしてるっていう可能性が出てくるんで、その場合はもうパーツ、この間を探していくっていうような感じなんですけども、今回僕の場合は、このヒューズは切れてなかったんですよね。なんで、今回、ちょっとスバルに頼んで、ここのグローブボックスの奥側のパーツを頼みました。で、これ、ブロアモーターだけ単体っていうパーツがもう新品で出ないんで、この丸ごとね、パーツを頼まなければいけません。で、オートエアコンとマニュアルエアコンっていうまあ車によって変わるんだけど、これオートエアコンになるんで、ちょっと値段は張ります。まあだけどね、新品があるうちは新品で取り寄せて直しておいた方がいいんで、これから直していこうと思います。さあ行きますか。はい。今ね、部品を取ってきました。で、部品が、ちょっと見にくいんだけど、モーターアセンブリで、32,100円、部品代ですね。で、まあ、税込みで35,310円だから、まあ、新品でこの値段だったらね、新品を買っちゃった方がいいと思うんで、まあ、僕は今回新品を注文しました。OK、これが、ものっすね。で、これが品番になります。オートエアコンとマニュアルがあって、僕のは多分オートなんで、この品番ですね。オープン。おー。こういうパーツになりますね。
あ、上ついてないんだ。白いやつ。内気循環とか多分やるやつなんだけど、こいつがいかれると風が出なくなったりイオンが出たりするみたいっすね。ほんとね、15年前とかの車でもまだパーツがあるから、本当に乗りやすい車だと思う。 GDB インプレッサとかはね。だからアフターパーツがあるうちにこうやって修理、新品部品に交換したりとかした方が長く乗りたい人はいいんじゃないかなって思います。はい。そしたらね、まず、もうすでに僕のはグローブボックスが外れてるんだけど、こっちもね。グローブボックスをまず外します。グローブボックスの外し方はね、ちょっとまた別の動画見ていただければと思います。で、今回交換するのがこの黒いやつ。ここのね、全部。これをゴロッと交換していきたいと思います。このブローモーターカプラー一つと、あとこの白い奥のカプラーと、多分この黒いのかな。この3つのカプラーを外していきます。はい、今ね、カプラー全部抜いて、ここの1箇所、2箇所、3箇所、白いやつね。で、抜いて、ここの配線も、なんかこういう風に、タイラップでね、繋がってたりするんで、それも1回、フリーにしてあげます。で、こいつだけを今から取っていこうと思うんだけど、ちょっと暗くて見えないんだけど、8ミリか10ミリぐらいのやつ、奥に1箇所と、あとこっちの下に1箇所あるんで、それをちょっと取り外していこうと思います。ここ10ミリだ。オッケー、今下のボルト取ったら、もうカッパカパなんだよね。あとはこいつらかな。今ね、ここの今この白いやつが止まってるんだけど、この配線の束の裏にもう一つビスがいたこいつを外さないと多分外れないね。こいつはだから全部で3箇所かな。多分ね、これも外さなきゃいけないと思う。ウォーターポンプの多分リレーとかだと思うんだけど、こういう風についてるんで、これを外して、多分このステーを外さないと多分これ外れないんじゃないかな。こいつはオッケー。多分これで外れる。こういう風に、こんな感じでステーとリレーを10ミリ2本で外してください。で、今この太い配線の束のタイラップを切ったんですね。ちょっと見えるかな。あれ、裏にナットがあるんで、それを外していきます。よし、今ね、この3つ目の上のボルトナット外しました。ここね、見えるかな。見えるね。上のナット外したら、あとは外れると思います。来た。完了。はい、今分解しました。こいつが今まで新車当時から頑張ってくれてたフロアモーターですね。なんだろうね、そんなにこれ周りいいのかいいの悪いのか分かんないけど、結構汚ねえなこれ。だからこれはもうゴミっす。で、エアコンフィルターもこうやってね、ゴミが溜まるわけですよ。なんでついでにこういうのも新品に交換してあげることをお勧めします。ちょっとね、フィルターも交換したいし、あとここのついてた白いやつも綺麗にしてから取り付けしたいんで、今日は作業ここまでにして、でちょっと家で綺麗にしてからまた取り付けていこうと思うんで、今日はね
こんな感じで作業を終わらしたいと思います。じゃあまた別日にスキップで。はい、後日になって今ニトリの駐車場に来てるんだけど、これから作業していこうと思うんですけど、雨がね結構降ってて、久々に雨の中車を出したんだけど、やっぱやだねなんでこれから作業を進めていこうと思います。やばい、これマジで入れづらい。そこの奥の見えるかな、これを入れてからはめてからこっちを入れないといけないから結構大変なんだよね。ああ、マジでこれ入れるの超大変だった。コツがいる。そっちの奥のダクトの穴をまず完璧にはめてからじゃないとこれははまらない。あとこのねビスの位置とかも、そっちの奥のやつもそうだし、こっちか。あとこの一番上のやつ見えるかなあ、これだね、配線の裏にあるあれも通さなきゃいけないんで、まあなんとかはめることができました。じゃああとこっからは戻していくだけなんでスキップします。はい、もうね作業して終わったんだけど、結果風が出ないので症状は変わらずで、ブロアモーターじゃなかったってことなんですね。だから今配線図これもらったんだけど、ちょっと配線図見ながら、ブロアファンのリレーなのか配線自体がもうダメなのかちょっとよくわかんねえんだよな。なんかこういう同じ症状出てブロアモーター交換してもダメだったよっていう人いないですかね、どっかにマジで誰かいたらね、ぜひ状況を教えていただければと思います。はい、ちょっと原因が本当にわかりません。で、ちょっと今後ね、風が出ないのはマジで不便なんで、ちょっと調べていきたいと思うんだけど、ちょっと誰かわかる方いたらぜひコメント欄で教えていただければと思います。今回動画は終わろうと思います。